高速道路で大事件。急げレスキュー。事故や災害などさまざまな現場で活躍する救助工作者。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは救助工作者だよ。消防署にまた来ちゃった。消防車は近くで見てもやっぱりかっこいいな。ポポ、これから消防士さんが集まってくるわよ。まだ8時20分なのに。あ、消防士さんが集まってきたよ。消防士さんはいつ火事になるかわからないから夜も寝ないで働いているの。そして朝になったら次の消防士さんと交代するのよ。消防士さんのおかげで僕たちは安心して生活できているんだね。ポポ、この前はポンプ車とはしご車に乗せてもらったでしょ。うん、2台が協力して消火活動してかっこよかったな。今日は特別に救助工作者を紹介してくれるわよ。救助工作者？あれ、この消防車はいろんな道具が積まれているけど。そう、災害や事故でここにあるさまざまな装備を使って救助する車なの。あれ、消防士さんが着替え始めたよ。これから訓練が始まるから着替えているのよ。せっかくだからポポもついていって見せてもらいましょう。よーし、ついていって見せてもらおう。ふう、やっと着いた。一体どんな訓練をするのかな。ここ松戸訓練センターではいつ火災や災害が起きるかわからないから日々いろいろな訓練をしているの。訓練の様子見学させてもらいましょう。やったこんにちは、ポポ。今日は訓練の様子を見ていってね。ー。うん、何から見せてくれるのかな。早速紹介したいのがこの救助工作者たちだよ。救助工作車が3台も並ぶと迫力あるな。Come on, let's have fun. Riding in the sun. Smiles on every face. We're getting up the pace. Cars and boats and planes. すごいね、かっこいいな。 Singing all the way. Bright and sunny day. Norimono wonder. Let's ride together. ポポ、救助工作車は大きさおよそ8メートル、重さ11トン。オスのシャチと同じくらいの重さなの。まずはこれ、スプレッダーという機材で交通事故などで壊れた車の扉をこじ開けたり壊したりすることで中に閉じ込められた人を助けるの。うやー、すごい力だ。すごいや。このスプレッダーの挟む力はおよそ14トンもあるんだって。へえ、すごいや。よし、準備よし。大きな扇風機が出てきたぞ。さあ始め。よし、電源。これは大型ブロワーといって
煙やガスなどを素早く外に出す装備で火災現場に欠かせないものなの。すごい風だ。うわー、今度はなんだ？車の上からなんか出てきた。これは照明装置で地上6メートルまで上がり、左右180度回転できて夜間の活動に欠かせないものなの。いろんな装備があるんだな。今度は救助工作車の後ろにあるクレーンが作業するわよ。このクレーンでどんな作業が始まるんだろう。これは救助工作車の後ろについているクレーンを使って事故を起こした車などの重量物を持ち上げる訓練なの。すごいや、軽々と車を持ち上げるなんて。最後は車などの重量物を牽引する訓練よ。救助工作車の前方には物を引っ張るワイヤーが装備されていて、事故車両などの重いものを引っ張ることができるの。うわー、重い車がゆっくり引っ張られてる。救助工作車にはいろんな装置や機材が装備されているんだね。じゃあポポ、ここでクイズよ。救助工作車には人命救助のための道具が何種類積まれているでしょうか？結構いっぱいあったからな。2の50種類かな。わかったかな？正解は3の100種類以上でした。救助工作車はさまざまな現場に向かい対応するために100種類以上の道具を積み込んでいるの。すごい！そんなにたくさんの道具を積んでいるんだ。それを全部扱える隊員の人はすごいんだね。今日はそんな隊員さんたちの訓練も見せてくれるそうよ。やったー！お願いします。まず最初は障害突破訓練といって、災害現場のさまざまな障害を想定した訓練だそうよ。うやー、すごい速さでロープを渡ってる。続いても災害現場などを想定したロープを使って降下する訓練よ。あっという間に降りちゃったよ。おお、今度はロープの上を落ちずに進んでるよ。すごい！これはロープブリッジとかといって災害現場などで侵入の技術なの。日々のこのような訓練が災害現場で素早い救助活動につながるのね。これからもお仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは救助工作車でした。それじゃあまたね。バイバーイ。高速道路で大事件。急げレスキュー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。
僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは JAF で働く車だよ。確かこの辺りだけど、ここだここだ。今日はここ JAF で働く車を見せてもらうんだ。車のトラブルの時に助けてくれる JAF で働く車ね。行ってきまーす。うわー、いろんな車があるな。こんにちは、ポポ。今日は JAF で活躍するいろいろな車を紹介するよ。まずはこれ、レッカー車です。うわー、かっこいい。 Through the winding lanes, singing all the way, bright and sunny day. レッカー車は大きさおよそ5メートル、重さはおよそ5トン。メスの象と同じくらいの重さなのよ。ポポ、このレッカー車は動かなくなった車を吊り上げて修理工場に運んでくれるのよ。そうなんだ。でもどうやって車を吊り上げるのかな。ポポ見て、あそこで車が故障して困っている人がいるわね。どこかに電話しているみたいだよ。すいません、ちょっと車が動かなくなっちゃったんですけど。あ、JAF の方が来た。ちょっと確認させていただきます。ちょっと今回の方はレッカーが必要だと思いますので、これからちょっとレッカーさせていただきますので。ポポ、これから車が吊り上げられるわよ。どうやってやるんだろう。楽しみだ。おお、車の前のタイヤが持ち上がった。今度は後ろのタイヤが吊り上げられるわよ。作業開始から20分ほどでレッカー準備ができるそうよ。うわー、車が持ち上がっている。さすがプロの人たちはすごいや。これで修理工場まで運ぶんだね。ポポ、次に紹介するのはこれ、積載車だよ。車積載車は大きさおよそ8メートル、重さはおよそ5トン。オスの象と同じくらいの重さなのよ。故障や事故で動けない車やレッカー車では運べない車などを修理工場に運んでくれるのよ。今日は実際に車を乗せるところを見せてくれるらしいわよ。うわー、楽しみ。うわー、見て、後ろの荷台部分がぐんぐん伸びて地面に降りていくよ。荷台部分が後ろに伸びたら積み込む車にワイヤーをつけてウィンチと呼ばれる力持ちの装置で引っ張って車を乗せるのよ。ウィンチってすごい力持ちだね。車が乗ったら動かないようにタイヤを固定し荷台を元に戻して完了よ。車がすごい斜めになってる。重いけど大丈夫かな。大丈夫、3トンまでの車を運べるのよ。車積載車って頼りになるな。
最後に紹介するのはこれ、バン型サービスカーだよ。普通の車みたいだね。バン型サービスカーの大きさはおよそ5メートル。見た目は普通のワゴン車みたいだけど、後ろには車を助けてくれるいろんな道具がいっぱい乗っているの。今日はその道具を見せてくれるそうよ。うわー、どんどん道具が出てくる。いろんな道具が乗っているんだね。バッテリーチャージャーやコーン、リフトジャッキなどたくさんの道具が乗っているのよ。これらの道具を持っていち早く現場に駆けつけていろんな対応をしてくれるのよ。見た目だけで判断してごめんね。でも車ってそんなに故障が多いのかな？いい質問ね。ここでクイズよ。車のトラブルに来てくれる JAF ですが、呼ばれる原因で一番多いのは次のうちどれでしょうか？みんなも10秒考えてね。へえ、やっぱり C の交通事故なのかな。なんだろう、難しいよ。わかったかな？正解は B のエンジンがかからないでした。突然エンジンがかからなかったら焦ってしまうよね。でも JAF の方々が助けてくれるから安心して車に乗ることができるんだね。ポポ、JAF の車についてわかったかしら？うん、いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは JAF で働く車でした。それじゃまたね。バイバイ。高速道路で大事件。急げレスキュー。街の安全を守ってくれているパトロールカー。実はパトロールカーにも働く場所によっていろんな仲間がいるんだよ。Cars and boats and planes through the winding lanes. 乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのはパトロールカーだよ。埼玉スタジアムに来ちゃった。ここに来ればいろんなパトロールカーが見られるって聞いたんだけど。あそこだ。いっぱいあるな。行ってみよう。ポポがやってきたのは埼玉県警年頭視閲式ね。ふれあい広場では警察車両の展示もやっているから見に行きましょう。朝も夜もうわー、パトロールカーだ。こんなに近くで見たのは初めてだよ。すごくかっこいいね。ポポ、実はパトロールカーにもいろんな仲間がいてね。これはケーラパトロールカーっていうの。街を見回りしたり事件や事故が起こった時には駆けつけてくれるのよ。私たちが普段見ることが多いのはこのパトロールカーね。そういえば僕も見たことがあるよ。車の上に赤いランプを光らせて走っているよね。そうなの。この赤いランプは赤色灯といって、事件や事故が起きた時に光らせて周りの人たちに知らせているの。サイレンの音と一緒に光っていることもあるわね。しかもね、ポポ、この赤色灯、
これからある変化が起きるの。よーく見ててね。うわー、上がってる。こうやって赤色灯を上げることで、より遠くの人にも事件や事故が起きたことをお知らせしているの。これなら遠くからでも見えやすいね。ポポ、ケーラパトロールカーの車内がどうなっているか知りたくない？今日は特別に乗せてもらえるみたいよ。やったー。うわー、僕たちが普段乗っている車とは全然違うね。いろんな機械がいっぱいだ。ケーラパトロールカーの運転席にはおまわりさんの声を外に伝えるマイク、それからおまわりさん同士の連絡を取り合う無線機があるのよ。ポポ、このモニターは何のために使うと思う？普通のカーナビとは違うの？もちろんカーナビとしても使うんだけど、おまわりさんたちはこのモニターで110番通報の内容が知らされたり、別のパトロールカーの位置も分かるようになっているのよ。へえ、別のパトロールカーの位置までわかるんだ。いろんな機械を使いながらお仕事をしているんだね。そうそう、ポポ、これを見て。ケーラパトロールカーの天井に数字が書いてある。103？実はヘリコプター、日本全国の警察が持っているの。ヘリコプターが上空から見回りをして事件や事故を見つけたら地上にいるパトロールカーに知らせるのよ。その時に必要になるのがパトロールカーの天井にあるこの番号なのね。空の上から番号を見て事件や事故に近いパトロールカーに指示を送っているのよ。知らなかった。僕らの街を見守ってくれているのは地上だけじゃないんだね。さあ次に紹介するのはこちら。これは高速パトロールカーといって、名前の通り主に高速道路で活躍するパトロールカーなの。うわー、パトロールカーにもそれぞれ役割があるんだね。この高速パトロールカーはスピードを出しすぎている車やバイクを取り締まったり、高速道路で事故や事件が起きた時に駆けつけて他の車を誘導してくれたりするの。へえ、あれ、さっきのケーラパトロールカーとは違って前に何かついてるね。これは何だろう。ポポ、よく気がついたわね。これはバグガードというのよ。高速パトロールカーは速いスピードで高速道路を走るから、運転席のガラスに飛んできた虫が当たらないように虫よけになっているの。これは虫よけだったんだね。さらにもう一つ違うのは車の後ろについているこの大きな羽。これはリアウィングというんだけど、スピードを出しても安全に運転できるようについているのよ。なるほど、その場所に合った対策がされているんだね。ポポ、今日はリアウィングの下にあるトランクルームも見せてくれるみたい。トランクルームの中には車の後ろに置いて事故が起きないようにお知らせする三角掲示板や折りたたみ式の三角コーン、そして大きな旗も積んでいるのよ。車が速い速度でやってくる高速道路ではこれらの道具を使って車の誘導をするんですって。高速パトロールカーの運転席もたくさんの機械がついているわよ。高速パトロールカーは速度を計測できる機械がついているんだけど、測った速度がこの機械に表示されるんですって。おー、
この機械で速度違反をした車も取り締まっているのか。すごいね。ロールカーが守ってる。うわ、かっこいい。これは白バイだね。そうよ、細い道路でも小回りが利くのが特徴ね。白バイは専門の訓練を受けた白バイ隊員さんしか乗れない特別な車両なのよ。素早くだけど安全に走れるようにいつも特別な訓練をしているの。あ、パトロールカーと同じように赤色灯もあるね。だけど車と違ってたくさんの機械は乗せられないよね。仲間と連絡を取ったりお仕事をするための道具はどうするんだろう。ポポ、心配いらないわ。白バイの前の方にはスピードを計測して表示するメーター、後ろには無線機があるのよ。他にもバイクのハンドル部分にたくさんの機械がついているの。車のようにスペースは広くないけどお仕事に必要な機能がぎゅっと詰まっているんだね。やっぱりかっこいいな。他にも仲間がたくさんいるの。これは災害の現場で活躍する災害対策車。災害の現場で対応できるようにたくさんの道具を載せているのよ。それからこっちは衛星通信車。災害などの状況を撮影して県警本部や警察庁に映像を送る仕事をしているのよ。おお、ものすごい数の機械があるね。衛星通信車のおかげで災害などの現場がどのような状況かわかるんだね。実は僕これを楽しみにしていたんだ。ねえ見て見て、式典が始まったよ。あら、行進が始まったわね。ポポ、先頭を走るのはサイドカーよ。こういう時には偉い人が乗っていたり先導することが多いわね。うわー、すっごくかっこいいね。わっ、ケーラパトロールカーが来たよ。今日は特別に乗せてもらえて嬉しかったな。おまわりさんになった気分だったよ。その後ろから来るのは捜査パトロールカーね。普段は車の上の赤色灯を出さない状態でお仕事していることが多いのよ。わー、ヘリコプターだ。こんな近くを飛んでいるところを初めて見たよ。そうね、これだけ近い距離で飛ぶことができるから地上のパトロールカーとの連携もバッチリなのね。そっか、すごいな。おー、なかなか見られない白バイ走行演技が始まるみたい。かっこいいね。今日は白バイ走行演技が見られて楽しかった。ポポ、パトロールカーとその仲間たちのこと分かったかしら。パトロールカーやおまわりさんたちが僕たちの街を見守ってくれているのがよくわかったよ。今日の乗り物ワンダーはパトロールカーでした。それじゃあ